わーっつって行き詰まってる方もね中にはいるかもしれないですよ。そしたらこの私の今の動画何回も見てください。嫌なことばっかりあったんですよ。もう今週もそうなんですが、もう正確に言うと1月以上前から嫌なことだらけで、うわーって感じがしてね。で私事なんですけど、昨日その会社との面談があったんですよ。その時に今やっている業務っていうところから多分ね外れるんですよ。でその後の進退をねちょっと話してたんですけど、もう絶望的でしたわ。あーって感じ。これぶっちゃけトークすると多分会社辞める案件になってくると思うんですよ。ただね退職は前々から実はしたいなとは思っていたんですけど、いざしようとしても一歩踏み込む勇気とかがないじゃないですか。特に44歳間もなく40後半を迎える今日この頃なんですが、それでねホイホイ転職できたらこんな楽なことはないなんて思うんですけど、なかなかうまいこといかないですよね。で一回試してみたいなって思ってたのが失業保険ってあるじゃないですか。あれね一回もらってみたいなと思ってるんですよね。人生で一度ももらったことがないんですよ。とはいえ気持ち程度のお話になってしまうかもしれないので、先立つものがなければ何もなしなんつってね言うじゃないですかね。で先立つものねないっちゃないんですけど、あるっちゃあるんですけどでもね次の職決まらないとどうしようなんていう一般的な不安は私にもあるんですよね。何か収入源を得ないとこのシビックさんも維持できないし、皆さんにも楽しい動画を共有できないのでね、そこがめちゃくちゃ悩んでる。ただその無理して仕事をするのかどうかっていうところなんですよ。っていうかねぶっちゃけ言いますよ、下手すると今の業務がなくなっちゃうんですよね。それがなくなったら簡単に言うと路頭に迷うみたいな感じなんですよ。会社ね全然守ってくれなかった。ふざけんなとか言って思いましたよ本当に。契約ってこんな感じだったのみたいな。契約って雇用形態なんですけどね、もうね自分が思ってたよりか全然違くて、はーってなりましたよ。でもねこれでなんかしがみついたりとか、あとなんかうわわわわ言っても多分ね絶対変わらないじゃないですか会社って。もうわーっつってねやめちゃいましたけど、でそのそのボーダーラインっていうかデッドラインが今年の8月末なんですよ。だからもしかしたら9月からニートになるかもしれないうわこの年にしてニートってやばいよね。ただなんだろうな、もともともう電車通勤とかいろんなものが苦痛を感じていて、精神的にも正直あんまり良くなかったので、これは一つの何か転機なのかななんてプラスに考えようかなと思ってるんですよね。ちょっとその陽気なおっさんなんですけど、正直ねめっちゃ悩んでます。そして眠れないし、ご飯もね喉通らなくなっちゃったんですよね。もう本当これが悩みどころ、どうしようなんて思っている今日この頃なんですよね。ただね皆さんね転職とかそういったものはね気軽に考えない方がいい。さらに何かあった時に先立つものがないとこういう状態に陥りますから気をつけてください。もう唯一の楽しみがこうやってシビックさんと思い出を作る、そして皆さんとこのように動画で共有するみたいな、これが唯一の私のモチベーションなんで、もしこれがなかったらどうしてたんだろうね。多分ねこんなにプラス思考には考えられないと正直思っております。そしてめちゃくちゃ暑い。いやーごめんなさい、なんか渋滞動画と言いつつ私の悩み動画になってしまいましたけども、本当どうしようかなってねめっちゃ悩む。で失業保険とか普通に申請したとしてもだいたい3ヶ月から4ヶ月かかると言われております。でその間どうするかなんですよね。最低限その3ヶ月から4ヶ月分生活できる資金を貯めとかなきゃいけないっていうのが最低限あるんですよ。それは前々から私も考えていたことなんで、3ヶ月分ぐらいはねとりあえずなんとかなりそうなんですよ。ただその後なんですよね。失業保険もらえるっつったって6割から7割でしょ。でさらに社会保険がなくなって国民健康保険と国民年金、さらに住民税とかってすごいねもう国からの罰金的なものがすごい降りかかってくるわけなんですよね。
これが結構悩ましいな。でそれプラスこの車の維持費ですとか生活を考えると、私の中でですよ、自分の最低生活で20万ぐらいないときつい、正直きつい。そう考えるとめっちゃ悩みますわ。退職するためにそういうサポートしますよなんていうのがあるんですけど、あれよくよく見るとね、騙されちゃダメですよなんてよく書いてあるんですよね。失業保険プラス延長とか何十ヶ月分増えますよとかっていうのは、あれはですね、社会保険の一環の傷病手当っていうのかな、あれなんですよ。だから精神的に参って医師の診断を受けてこれはダメですとかって言ったりとか、あと何か在職中に事故が起きちゃってやむを得ず休息をしなきゃいけない場合とかね、そういったものの手当を含んだのがサポートしますよっつって全体的に膨らんじゃってるからダメらしいんですよ。だから普通の方はもう失業保険の3ヶ月4ヶ月もしくは半年ぐらいしかもらえないよみたいなそういうねイメージ持った方がいいかもしれないですね。これ私もねネットとかいろんなことを調べて気づいたんですよね。私もね、なんでこんなサポートあんのか、よーしやってやろうっつって、よし申し込みするぞまで言っちゃったんですよね。そしたらたまたま運よくいろんなその口コミとか気をつけてくださいっていう注意喚起が流れていたので、危ねえなんて思っちゃった今日この頃なんですよね。だ本当に病んじゃったりとかして医師の診断を受けたりとかしたとかね、そういう人でしたらおそらく本当にもらえるのかもしれませんけどもね、普通の人は無理っすよねそんな甘い話はないなんてね、もうつくづくね思いさらされましたよ。そういう中日頃ね悩みを抱えてどうしようなんて思っていて、あと2ヶ月この先どうしようかななんて考えている今日この頃でございます。自分のことなのにね人事のように喋るから、こいつ信憑性ねえななんて思われるかもしれないですけど、本当にねめっちゃ悩んでるんですよ。どうしようマジでね。でも今の正直ね、私 IT 企業で働いてるんですけど無理、ダメ人生を潰してまで仕事はしたくないっていうのが大きな理由。やめた方がいい。本当何かを犠牲にするとか何かを我慢して耐えるっていうのは時には大事かもしれないけど、今ねそればっかりだと思うんですよね。だからいろんな悩みとかうわーっつって行き詰まってる方もね中にはいるかもしれないですよ。そしたらこの私の今の動画何回も見てください。もうさらに底辺のこいつがめっちゃもう仕事もうやばいよ、ニートになりそうだよとか人生の底辺だよとかってね言ってますから、それを見たらね多分ほとんどの人が私よりひどい人がここにいたんだっていう風に思っていただけると思うんですよね。なのでもし何か悩み事、そしてうわーって気分が落ち込んだらこの動画を見てください渋滞動画なんですけど、もう皆さんがへこんだ時に見ていただけると少しでも元気になるような、多分ねそういう感じしますよ。だからもう洗いざらいもう超底辺の私がこういうことを悩んでます、生活してますみたいなね話をさせていただきますよ。さらにですね、そういう落ち込んだ時は皆さんプラス思考に考えて前向きにいきましょうなんてねよくありがちな言葉があると思うんですが、まさにねその通りだと思いますよ。悩むのは一瞬、後悔するのは一生なんてよく言いますけども、悩みに悩むことは非常にね大事なんですよね。良くも悪くも答えが結果的にダメだったとしても、いっぱい悩んで自分で出した結論がすごいってねやっぱね思った方がいいと思います。成功したら成功したで本当に良かったと思いますけども、例えば失敗してってなっちゃった時はでもあんだけ悩んで結果出したんだから、それはそれでしょうがないってねやっぱね思いたいですよね。思いましょう。なので大丈夫です。皆さん本当に悩みそして落ち込んだ時は絶対その後何かしら転機が訪れるはずでございます。私もですねこんなだらだら悩み抱えてますけども、なんだかんだ言ってね生きてますからね、本当ねなんとかなるもんですよ。はい、という気持ちで私も8月以降どうしようかってめっちゃ悩みますけども、
超プラス思考でいこう。もうそれしかないわ。そして一番ね、身近にいるご家族、身内、そしてお友達、この人たちがきっとね、話とかいろいろ聞いてくれて気持ち的が和みますので、持つべきものは友とか、この言葉も頭に残しておいた方がいいと思いますよ。多分ね、私の中では吉本さんとかやすさんとかいろんな方いらっしゃるんですよ。視聴者様の皆様、そういう人たちがいるからこそ、こういうね悩みも動画撮れるわけなんですよね。これいなかったらね、多分ねこんな動画撮ってないし、そしてね、何より引きこもっちゃいますわ。家でずっと本当にね、布団かぶってどうしよう、うわーって悩んで、多分そういう生活になっちゃいますね。本当マジでね、どうしようこの先。多分ね、なんでこの先でじゃあそのニートになっちゃうのかっていう延長線なんですけど、例えばですよ、他の業務、いわゆる案件みたいのがポロポロあるにはあるんですよ。ただしかし私が絶対に病んじゃう業務ばっかりなんですよね。まず第一に私は本当に仕事が嫌いですし、残業したくないから定時で上がれるスケジュールを組んで効率よく働いてるつもりなんですよね。それで一回も怒られたこともないし、一応評価も得てるんですけど、それが通用しなくなるんですよ。朝早くっていう早朝出勤はないんですけど、多分ね、残業が当たり前だろこの野郎みたいな、そういう部署移動とか、そのような感じになりそうなんですよ。なので多分それにこうしがみついたとしても、おそらく1ヶ月2ヶ月で持たなくなって病んじゃうかもしれないんですよね。もう業務の内容ってあるじゃないですか。普通は OJT とかっていう期間が3ヶ月ぐらいあるのがベターなんですけど、こういう業界ってね、ぶっちゃけねないんですよ。行き当たりばったり、とりあえず1ヶ月後に誰々さんが辞めちゃうんで、その代わりで入ってくださいとかね、ザラなんですよ。もう下手したらね、1週間後に辞めるから、もう引き継ぎっつってね、1週間無理やり詰め込ませられて、うわ覚えきれねえよ、どうしたらいいんだよっつってね、もうバタバタしていくっていうのがね、本当にザラなんですよね。で結局周りの人ももう慣れちゃってる人だから、なんでこんな業務ができないんだよとかって白い目で見られたりとか、もうそういうのばっかりなんですよ。それに耐えきれず、正直ね、もう無理だって思っちゃう人もね、中にはねいますし、結構そういう人見てきました。ぶっちゃけ私もね1回だけそれに陥ったことがあったんですよ。もうなんかサイレントハラスメントなんていうのがあるんですけど、逆なんですよね。何にも教えてくれないし、でその OJT する側もバンバンなんかなんだろう、無断欠勤じゃないですけどね、休みまくる人だったんで、うわーこれはちょっとまずいなっていう感じがしたんですよ。そんで周りの上司とかそういう慣れてる人もね全然教えてくれなかったので、うわーこれはまずい、うはははははって感じになっちゃいましたね。そういうのがあるから、ちょっとねこの先その同じ職場でしがみついても仕方がないかななんて思っちゃう今日この頃でございますので、だったらねもう一回リセットしてちょっとゆっくり休んで、もう正社員とかねそういうのにこだわらず、必要最低限生活できるぐらいの収入を確保しつつ生活した方がいいのかなってね最近思うようになってきたんですよね。はいという感じで、もうだからね どうしようかな、本当に悩む。そしてね、やばい、腹痛くなってきたよ。なんかねこういう人生なんですよ。もうなんかね、負が1個出てきたらもう負だらけダーンなんですよ。昨日もう面談受けてダーンってへこんで、さらにちょっと気晴らしで洗車しようかなっつって洗車場行ったらぶつけられてねぶつけられてっていうのも軽く脚立が倒れてきて私の助手席のドアにコツンってぶつかったんですけど、マジかよっつってね、幸いなことに傷がついてなかったんでよかったなとは思っていますよね。
でさらに家に帰ってきてじゃあネットつなげようと思ったらネットもつながんなくなるし、そしたらなんか障害情報出てるしみたいな本当ね、もう嫌なことはねバーって一気にやってくるなっていうのが私のこのなんか世界線というか人生なのかなって思っちゃう今日この頃です。はいね、こういうやつがいるんですよ。だから少しでもね皆さん元気になってくださいね。もうね嫌なことをねこの人が全部引き受けてるようなもんでございますよ。そしてさらにこうやって楽しいお話をさせていただいているさなかに渋滞にはまりまして、よし渋滞だと思ったんですけど、うんこがしたくなってきた。そしてコンビニがなく陸橋の上で佇んでる今日この頃、もう漏らそうかな。やばいよ。なんかね甲州街道20号で渋滞にはまってるっていう感じなんですが、そして現地までねあと10分少々なんですよ。その10分少々耐えられるかどうか。少し動いてきたけどここでうわーびっちり止まる今日この頃。うわーすげえ。そしてコンビニらしきものも一切ない。やばい顔が引きつってきたいやこれねほんと皆さんねやらせなし。やばいオフになります。ちょっと一回閉じます。やばい高温熱暴走来ましたよ。また負の連鎖エアコンつけた方がいいかな。これカメラ撮影のためにエアコンつけるっていうのも一つの手なんですけど、こっち大丈夫かな。そしてね見えます？汗びっしょびしょなんですよね。なんかすごいことになってますね。いやー面白い。くそもう陽気な44歳のおっさんが悩む今日この頃。ダメだもうなんか悩みまくりだ。くそバカ野郎もうどうでもいいやくそとかっつってねどうでもよくはないですけど、最近もなかなかこう嬉しいことにコメントをいただけるようになってきましてね。中にはね吉本さんと教習した時かな小学生かよとかっつってね突っ込まれたコメントもあるんですよね。わらって書いてあったから多分楽しんでいただけたと思うんですけど、人生ね少年の心大事だよ。ガチガチした人生よりかは陽気に、楽しんだ方がね絶対勝ちですよ。楽しんだもの勝ちってよく言いますけども、いい意味で人生楽しんだ方が絶対いいと思いますからね。なので教習動画に関してはもう本当普通の普段もあんな感じなんですよねもう年の差関係なくワイワイ話してるのでめちゃめちゃ楽しいんですよね。もう唯一それがもう私にとっての心の癒しかななんて思っちゃったりとかもしますけども、そしてね皆さんからもらえるコメントもねめっちゃ面白くて楽しいんですよね。ありがたい、本当にありがたいよ。一人でこのコメント見てははははって笑ったりとか、そんなこと言うのとかってねいろいろありますよ。なんだったかな結構面白いツッコミコメントがねなんか精神年齢低すぎとかってあったりとかね、あとなんだっけな、なんかねうんこネタ漏らすネタでなんかお前本当小学生かよっていうのもね同じようなこといただいたんですよね。そうっすよ、精神年齢めっちゃ低いっすよ、それが何かみたいなね、しょうがない時はしょうがないっすよね。例えば、トイレに行きたい時にコンビニがないっていうのはあるあるだと思うんですけど、そういう風になったらね人間ってね面白い心理が働くから面白いですよ。めっちゃ焦りますからね。そういう時って多分ね今まで落ち着いた人だとしても絶対に心の中はどうしようやばいって絶対思うはずなんですよね、いろいろあとよくね初期の頃から見てくださってる方も本当にコメントいただいて嬉しいななんて思ってしまいますよ。春菜さんとか群馬行った動画に関してもこのカメラアングルなかなかねレース見てるみたいで面白かったっすよとかって言ってくださったりとか、あとなんかね私もね今度ここ行くんですよすっげえ楽しみだわなんて言ったりとか、あと結構そのためになるよって言ってくださる方もねいらっしゃるんですよ。ありがとうございます。そう教習とかマニュアル運転の時はやっぱりマニュアル慣れてないし取ったばっかりなんでエンストばっかしてるんですけど、これを見てね結構参考になりますよとか頑張りますって言ってくださる方もねいるんですよ。だからね本当にね私からもエールを送ります。頑張ってください。マニュアル運転はねめちゃくちゃ楽しいですよっつってね、今左方向車いてねすごい見られちゃったんで恥ずかしかったんですけど、
はい、ほんとね楽しいからね、マニュアル車おすすめでございます。ということでたくさんコメントをいただいてましてありがとうございます。そしてまだまだいろんなツッコミところも何でもいいんでコメントください。そうするとね私のねモチベーションとかになるんですよ。めちゃくちゃ嬉しいなと思っちゃうんで、っていうかなんで青なのに止まってんだこれ。ということで無事にうんこもできるのかは分かりませんけどもあとちょっとで着きますので、これにて今回の動画は終了させていただきたいと思います。そしてね皆さんね心が落ち込んだ時はこの動画を見てください。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。マジね今後どうしようって感じ。くそー。